蹴りたい背中、潰したい目。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望とその苦しみと共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日もまたね、史上最低最悪のね、そうね、世界一見ちゃいけないチャンネルがまた始まっちゃいましたね。そうです。世界を滅ぼそうとね、ファイティングポーズを取り続ける、そんな男、ネガティブマンね、人類の敵、よろしくお願いします。ということでね、今日は格差社会の悪いところね、格差社会の悪いところについてね、話していけたらなと思っておりますね。そうなんですよ。まあ結論から言いましてね、そう格差社会は我々奴隷たちのやる気をなくすのでね、ぜひとも解消していかないといけないんじゃないのかね。まあ滅ぼすんだから解消もクソもないんですけれども、その非常にね、日々の奴隷生活の中で不愉快なんでね、非常に不愉快なんでね、もう暴発しそうですね。そう頭が沸騰しちゃうよみたいなね、そういうネガティブな意味でね、非常に良くないですね。良くない。なんて言うんでしょうね。そう言うなれば今のね、世界っていうのは資本主義ではなくて格差主義なんですよ。格差主義。それがいけないって言ってるわけです。なんて言うんでしょうね。だってそうじゃないですか。ね、非常に歪小なね、ミクロの話でいけばですよ。ね、私ネガティブマンね、去年死にそうな母親を訪ねに行きつつね、そう何十年かぶりのこの長い休みをね、2年連続で取れたのでね、そう旅行というものをしたわけですよ。旅行ね。でも旅行よくよく考えてみたらね、我が数十年の人生で単独でね、そう長い時間をかけてこういろんなところを回ったみたいな旅行の体験なんてもう初めてぐらいですよね。いや多分初めてだと。いろんなイベントとかね、そうポテトチップスを食べるとかそういう贅沢はね、なるほど経験してますよね。でも本当にね、お大臣のようなこうホテルに泊まって何泊かしていろんなところを巡って写真や動画を撮ってね、こうそうなんて言うんでしょうね、そう東のなんて言うんでしょう、地図上に日本の地図上における東の果てまで行ってね、厳しい風に当たってこう人生に思いをふけるみたいなね、そういう体験自体がね、もう初めてぐらいですよね。だからなんて言うんでしょう、これね、金持ちとかね、そのね、私の大嫌いな金持ちとか、その金持ちの息子娘たちね、お坊ちゃんお嬢ちゃんたちはもうそういうの小学生でね体験してるわけですよ、ね。そして中学高校、なんなら中学高校ではね、海外にまで行ってるわけですね。そうあと東日本大震災の時にあれですよね、その年の夏休みぐらいに海外に行ったやつはいまだに僕は許してませんけれどもね。まあそれは置いといて、要するにですよ、そういうことなんですね。格差社会っていうのはもう経験の差がでかすぎるんですね。でかすぎる。
僕の大嫌いなね、そう僕は相続税 100% にするべきだと思ってるんですけれどもね、非常に公平じゃないですからね。まあ自力でね一代で財を築いたやつらはまあね、それはそっとしておいてね、まあ好きに生きればいいですけれども、お嬢ちゃんお坊ちゃんたちは関係ないですからね。もう冗談じゃないですけれどね。そう体験記、そういう連中がね SNS 上またね、この間も話したね、ネガティブマンしつこいな、そう世界一しつこい男ですからしょうがないんですけど、そういう連中が SNS 上でねオフパコで100人200人切ったとかね、まあ、セックスしたとかね、いやそれはねお金の力なんですよ。お金があればね整形もできますしね、あれですよね。そういう先ほど私が冒頭述べたようにこのね体験の格差があるわけですから、これ大きいんですよ。体験の格差っていうのはこう人格的な余裕を生み出しますからね。そうね、どこに行ってもねこう何をやればいいのか、この体験が豊富ですから、なんせね小さい頃やね若い自分にもうね海外を経験したりしてるわけですからね、もう余裕ですよね。そうモテ度が違いますね。金の力でね、そもそも金の力があるわけですから、もうねかっこいい車だったりとかね、そうなんか高級なレストラン的なね、もうありとあらゆるシーンにおいてねもう金ドバドバ使えるんですが、それはねあれですよね。女性ならば整形もできようしね、ホストに貢げもしましょうしね、男性ならばねブイブイ言わせてね、そう異性がついてきましょうしね来ましょうしって変な日本語ですけど、とにかくねそういうことなんですよ。だからそいつらがある程度モテるとかね、そうさらに異性との経験が豊富になるのは当たり前なんですよ、そんなもんね。そういうのもね、もうねほとばしる嫉妬心を持つ、ね、ネガティブマンとしてはもう許しがたいね、羨ましいっていうね、もうねただただ悔しいっていう、まあそれもまた置いといてですよ。格差固定主義、そう資本主義が崩壊してるわけですよ。資本主義が、ね、うまく機能していない、ね、昨今言われる批判、ね、要するに格差が固定しているからね、格差主義になっちゃってるから資本主義は崩壊してるんですね。そして忘れちゃいけない。大体今の日本は景気が停滞してね、お賃金が上がったとか言いますけど、そんなのはね一部の話なんですよ。ね、間違いなくね物価は上昇しね、いろんなところでインフレーションが起きているにもかかわらずね、景気は後退して停滞して衰退しているね、これを経済用語で何て言うのか、スタグフレーションじゃないですか。スタグフレーションが起きているのにね、なんだか誰も言いませんよね。なんで都合が悪いんでしょうか。スタグフレーションじゃないですかね。そうスタグフレーションが起きているね。いけませんね。いけません。でもスタグフレーションが起きても余裕で生きていられるやつは何なのか、ね、それはもう資本主義において、ね、身分が固定されている金持ちたちですよね。世界67人の金持ちがですよ、世界の富の 50%、半分ですね。富の半分を握っているのはたった67人のね資本家金持ちなんですよ。67人が世界の富の半分を握ってるっていうことは皆さんどうですか
じゃあ多分だけれども100万人ぐらいいる世界中のそこそこの金持ちたちが多分8割9割は握ってるんじゃないですか。だって67人が 50% を握ってるんですからね。え100万人ぐらいのちょっと下にいる金持ちたちが多分8割9割のね、その先ほど申し述べた67人を含めてね、そう世界の富を握っているのは100万人くらいの金持ちなんじゃないのかなっていうね、ネガティブマンの非常に大雑把な独断と偏見の計算でいけばですよ、握ってるんじゃないですか。あとの 1,2 割がですね、そう80億人ぐらいのね奴隷たちなんですよね。それも良くないですしね。そういったスタグフレーションをなぜ言わないのかっていうのも闇ですしね。スタグフレーションが起きようと何が起きようとね、びくともしないのがそのね、世界の8割9割を握っているところのね、資本家だったり金持ちだったり、非常に上位の上積みの連中はもう1ミリもね困ることはないんですよ。となるとですよ、この動画のね主体的な話、あれですよね、奴隷のやる気がなくなるわけですよ。私のやる気もねたっぷりなくなっています。でね、奴隷のやる気がなくなるとどうなるのかっていうとね、たっぷり死にたくなるんですね。もう死にたくなってるんですよ。ね、何十年と労働してね、ちょっとしたね何泊かの旅行でねひどく喜んでいる幸せじゃないかって、幸せじゃないんですよね。全然幸せじゃない。バカバカしいですね。バカバカしいですよ。もうクソみたいな労働をしてね、のにね、全くね、花面を引きずり回された奴隷としてね、金持ちをね、なんとかね、まあそういうことですよ。格差社会っていうものはの良くない悪いところは、奴隷のやる気がなくなる。奴隷のやる気をなくしているのに資本主義を続けようっていうのはね、虫のいい話じゃないですか。だからね、資本主義を続けたいなら格差主義っていうのを滅ぼさないといけないわけですよね。格差主義を滅ぼすためにはどうしたらいいのかっていうと、やっぱりこのね、上級国民たちの横暴を許さない、滅ぼしていくっていうことですよね。もちろん相続税は 100% ですしね。代々つながる金持ち、代々つながる資産家っていうのは絶対に許しちゃいけないんですよ。ね。それを許してしまうから、いつまでたってもなんか中小のファミリー企業、大企業もそうですけどね、ファミリー企業があったりグループ企業があったりし続けてね、上積みの金持ちたちが全く身分が固定されたまま何代も何代も続いていくわけですね。何代もね、墾田永年私財法みたいなね、ずっとね、私の財をずっとね引きずっていくわけですよ。格差は解消されないわけですから、奴隷たちのやる気なんて出るわけがないんですよ。そういった時にね、私がまたね、怒りを増幅、憎しみを増幅させるね話があってね、いや日本はね、それでも世界的に見れば SSR であるとね、非常に恵まれた国であると、嫌なら出ていけとかね、こんな恵まれた日本でね、巻き返しができないのはお前の責任だ、ね、お前の敗北はお前の責任である、自己
自己責任だよじゃないんだよってことですよ。自己責任だよじゃないんだよ。そうってことなんですよ。そう、それを言いたいわけですよね。言いたい。そう、いや、私もね、人生失敗 し続けた男として、己の無能さ、ね、頭の悪さ、ね、運のなさ、いや、この戦い方のね、まずさ、そう、ね、孫子の兵法をそらんじるほどなのにこうね、ネット軍師、天才ネット軍師としてやっぱりこう詰めが甘かったなっていう反省はあります、ね、正直ありますよ。ただね、自己責任に返す、ね、帰着させるにはね、もうちょっと厳しすぎますよね。逆に言えばですよ、じゃあその素晴らしい日本においてこのざまだとしたらば、世界はもっとひどい世界であるということは、もう世界はひどいってことじゃないですかね。SSR の日本でこんなもんならもう世界はもう終わってるに近い、終わってるんじゃないですか。じゃあ滅ぼさないといけないということになりますね。つまりこのね、資本主義ならぬ格差主義っていうのは、こういうね、ネガティブマンのようなね、非常にひどい思想を持った底辺たちの暴動を誘発させかねない、非常に危険なね、危険な主義である格差主義っていうのはね、もう資本主義じゃないですよ。格差主義ですよ。この世界ね、そう、世界が滅ぶきっかけになりますからね。そう。資本家たちや金持ちたちね、その下にいるところのね、ただ運がいいだけのお嬢ちゃんお坊ちゃんたちは、命が惜しいならばね、この不公平極まりない格差主義、格差身分固定社会をね、公平に戻すっていうことを意識しないと非常に危険だと思いますよ。そう、何せ私はもうね、そう激しい憎しみにこう身を焦がしてね、もうこうやって発信してますからね。日本はスタグフレーションに陥っている、なぜ声を上げないのかみたいなね、こう力みに力んでますからね。そう、きっとそういうね、憎悪を抱いているね、同じ奴隷たちは多いと思いますね。だから気をつけてくださいよっていう動画でもありますよね。そう、それで思い出しましたね。そう、私の労働場にいるミャンマー人にね、この間話を聞いたらば、ミャンマーにおいてこのね、日本に来るためにこうあれですよね、その中間業者ですよね。そう、またそういう搾取するね、中抜きをする中間業者、日本に来させるためのね、中抜き業者にあれですよ、500万円払ってるって。でその500万円どうやって用意したんだって聞いて、借金だって言うんですよ。ミャンマーで500万借金して払って日本に来るってね、もうイかれてますよね。大学の奨学金と同じぐらいのお金を払ってね、こんな薄汚いね、こうね、大して楽しみもないね、こう死んだ目で労働し続ける人たちがいっぱいうようよいるところにね来るんですから、もう、ね、狂ってるよっていう話をねしたんですけども、いやひどい話ですよね。そう、それを何を希望してこんな国に来るのかさっぱり理解で、でもまあね、世界においてはやっぱり SSR だと思われてる節があるんでしょうね、日本はね。治安がいいなって、治安なんてもうあと5年も持たないと思いますけれどもね、5年も持たないんじゃないかな、3年も持たないじゃない。
3年も持たないんじゃないですか。というね、身も蓋もない話をしてしまいました。またね、またこうついつい憎しみが高じてね、またこういうくだらない動画を作ってしまったことをね、後悔しつつね、いやそれでもね、ファイティングポーズを取り続けないとね、そう私ももうね、死が近いですから、やっぱりこうね、後に続くね人たちにね、やっぱりこの世界は狂ってるから滅ぼした方がいいんじゃないのかっていうね、人類滅亡の思想というものを受け継いでもらいたい、その一心でね、今こうやって動画を作り続けています。そうなんですよ。そうまあね、力んで話してみましたけど、こういう世界がね、じゃあ改善するのかと、思想にないんですよね。思想にないからこそ言ってるわけですけれども、それだったらばね、やっぱりね、早急にね、安楽死制度をね、誰でも死にたくなったら死ねるね、優しい制度をね、安楽死制度を本当に早く導入してもらいたい。導入させなきゃいけないね。そう自らね、首を吊ってみたりとか、薬物を飲んでみたりとかね、七輪を持ち込んで練炭を持ち込んでみたりとか、なんで我々がね、そんな手間暇かけてね、こうブルブル震えながらね、怖い怖い死というものに対してね、その恐怖と戦いながらね、そう自殺したらね、ああでもないこうでもないみたいなね、想像をしながら恐怖に震えながら死んでいかないといけないのか。安楽死を認めるべきですよ。そしてね、宗教的観念ね、地獄に落ちるよとかね、自殺は自爆霊になるよとか、そういうね、薄汚い宗教的なね、もう宗教は滅ぼすべきです。もう全部滅ぼすべきだと思いますけれども、そういうのをね、拭い去っていく世界になっていったらね、本当の幸福、幸せっていうものが見えてくるんじゃないですかね。まあ見えてこないですね。そう見えてこないんですけれども、とにかくね、そう格差主義ね、格差社会の悪いところは労働じゃない、格差主義のじゃないね、格差社会の悪いところはね、奴隷のやる気がありとあらゆるところでこう非常に低下していくよ。だから良くないよ。このままでは世界は破滅に向かうよ。まあ私は破滅に向かえばいいと思ってますけれどもね、まあ日々の生活においてね、非常に不愉快なんでね、できたらね、気分よく死んでいきたいのでね、これからもファイティングポーズをね取りつつね、殴られながらもね、戦っていきたいなと思います。というね、身も蓋もない動画でしたけれどもね、皆さんもね、一度ね、このね、一部の金持ちばっかりがね、得をするようなね、もうすでに崩壊している資本主義について考えてもらいたいなと思います。そしてこんなね、こんな失敗している神の失敗作であるこの血玉に集う人類というのはもう滅亡するべきだね、自爆するべきだと思います。明日にも今日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。